皆さんこんにちは。リサのポッドキャストにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方向けにお送りしています。今回は日本の乗り物についてお話をします。ぜひ最後までお聞きください。週末はすごく天気が良かったです。秋晴れは気持ちいいですね。私は週末、実家に帰るために空港に行きました。私が実家に帰るときは、新幹線か飛行機を使います。今回は空港に行って飛行機に乗りました。皆さんは日本の飛行機や新幹線に乗ったことはありますか？日本で有名な航空会社は ANA、JAL、スカイマークです。私は飛行機は割引やマイレージが使えるのでよく利用します。だけど毎回機内が揺れるのが怖くてあまり好きではありません。新幹線は5時間くらいかかりますが、ゆっくり本を読んだり、お弁当を食べたり、景色を見たり、眠ったりしながら行けるので、新幹線で行く方が好きですね。新幹線は行く地域によって乗る新幹線が違います。日本で人気の新幹線の名前は、東北地域を走るはやぶさ、はやて、やまびこ、東海道、山陽地域を走るのぞみ、ひかり、こだま。他にもたくさん日本らしい名前がついた新幹線があります。息子は緑の新幹線、はやぶさが好きです。実際にその新幹線を見るために駅に行ったこともあります。私も初めて見たときは感動しました。走り抜ける姿がとってもかっこいいなぁと思いました。日本ではよく新幹線がロボットに変身するおもちゃがあります。そのロボットのように本当に変身しそうなかっこよさでした。新幹線が乗る方が好きなのに、なぜはやぶさなどの緑の新幹線に見慣れていなかったかというと、それは東北行きの新幹線だからです。私は九州育ちなので、その新幹線に乗ることは小さな頃から一度もありませんでした。東京駅から新幹線に乗るときも改札口が違うので、普段でも見かけることがないのです。いつか子供と一緒にはやぶさやはやてに乗って東北旅行に行きたいなと思います。そして実家に帰った時に改めて思ったことですが、日本の電車は本当にぴったりと出発時刻になると電車が出発します。日本人の私でも少し待っててよと思うくらいに時間通りにぴったりと出発します。あと、出発まで5分あるなぁと思った時でも、ホームまでなるべく急いで行くことをお勧めします。私も実家に帰る時の電車が出発まで5分くらいあったので、コンビニでお菓子を買って駅の階段を登りました。まだあと2分くらいあるし、階段登ったらすぐだから大丈夫と思っていると、その電車は階段を登ってからすぐではなく、100メートル先に電車が止まっていました。慌てて走りましたが、電車のドアは閉まり、発車してしまったのです。50分に発車する電車でしたが、50分になった途端、ドアが閉まったようです。まだ私の時計では50分だったのに、もう出発してしまいました。
ぴったりすぎるよと感じた日でした。都会の電車は乗り過ごしても次から次へと電車が来るのでいいのですが、田舎の電車は大変です。それから30分待つことになりました。ですので、日本の地方に遊びに行くときは、電車の出発時刻には注意が必要です。また、飛行機は静かに乗るのが普通かもしれませんが、日本では新幹線はもちろん、電車やバスも静かに乗ります。海外の方は日本の電車がシーンと静かなのに驚くようですね。なぜ静かなのかなというと、一つは静かにするのが日本のマナーだからです。携帯の電話に出るのもマナー違反になります。あと、基本一人で乗ることが多いからではないかなと思います。一人だと日本人は知らない誰かに声をかけて世間話をすることはほとんどありません。そのため気づいたら誰も話さないシーンとした車内になるのではないかなと思います。その静かな電車の中で揺られていると居眠りしてしまいそうになりますね。最近は携帯を見ている人が多いため、居眠りしている人は少ないような気もします。それでも友達と一緒に電車に乗ると、電車の中でも迷惑にならない程度に普通に話しています。もちろん声のトーンは下げてますが、話しています。ガタンゴトンと電車の音と共に消えるような小さな声で話しているとは思います。皆さんは日本の飛行機や新幹線、電車、バスなどに乗ったことはありますか？コメント欄で教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。週末はすごく天気が良かったです。秋晴れは気持ちいいですね。私は週末、実家に帰るために空港に行きました。私が実家に帰るときは、新幹線か飛行機を使います。今回は空港に行って飛行機に乗りました。皆さんは日本の飛行機や新幹線に乗ったことはありますか？日本で有名な航空会社はANA、JAL、スカイマークです。私は飛行機は割引やマイレージが使えるのでよく利用します。だけど毎回機内が揺れるのが怖くてあまり好きではありません。新幹線は5時間くらいかかりますが、ゆっくり本を読んだり、お弁当を食べたり、景色を見たり、眠ったりしながら行けるので、新幹線で行く方が好きですね。新幹線は行く地域によって乗る新幹線が違います。日本で人気の新幹線の名前は、東北地域を走るはやぶさ、はやて、やまびこ、東海道、山陽地域を走るのぞみ、ひかり、こだま。他にもたくさん日本らしい名前がついた新幹線があります。息子は緑の新幹線、はやぶさが好きです。実際にその新幹線を見るために駅に行ったこともあります。私も初めて見たときは感動しました。走り抜ける姿がとってもかっこいいなぁと思いました。
日本ではよく新幹線がロボットに変身するおもちゃがあります。そのロボットのように本当に変身しそうなかっこよさでした。新幹線が乗る方が好きなのに、なぜはやぶさなどの緑の新幹線に見慣れていなかったかというと、それは東北行きの新幹線だからです。私は九州育ちなので、その新幹線に乗ることは小さな頃から一度もありませんでした。東京駅から新幹線に乗るときも改札口が違うので、普段でも見かけることがないのです。いつか子供と一緒にはやぶさやはやてに乗って東北旅行に行きたいなと思います。そして実家に帰った時に改めて思ったことですが、日本の電車は本当にぴったりと出発時刻になると電車が出発します。日本人の私でも少し待っててよと思うくらいに時間通りにぴったりと出発します。あと、出発まで5分あるなぁと思った時でも、ホームまでなるべく急いで行くことをお勧めします。私も実家に帰る時の電車が出発まで5分くらいあったので、コンビニでお菓子を買って駅の階段を登りました。まだあと2分くらいあるし、階段登ったらすぐだから大丈夫と思っていると、その電車は階段を登ってからすぐではなく、100メートル先に電車が止まっていました。慌てて走りましたが、電車のドアは閉まり、発車してしまったのです。50分に発車する電車でしたが、50分になった途端、ドアが閉まったようです。まだ私の時計では50分だったのに、もう出発してしまいました。ぴったりすぎるよと感じた日でした。都会の電車は乗り過ごしても次から次へと電車が来るのでいいのですが、田舎の電車は大変です。それから30分待つことになりました。ですので、日本の地方に遊びに行くときは、電車の出発時刻には注意が必要です。また、飛行機は静かに乗るのが普通かもしれませんが、日本では新幹線はもちろん、電車やバスも静かに乗ります。海外の方は日本の電車がシーンと静かなのに驚くようですね。なぜ静かなのかなというと、一つは静かにするのが日本のマナーだからです。携帯の電話に出るのもマナー違反になります。あと、基本一人で乗ることが多いからではないかなと思います。一人だと日本人は知らない誰かに声をかけて世間話をすることはほとんどありません。そのため気づいたら誰も話さないシーンとした車内になるのではないかなと思います。その静かな電車の中で揺られていると居眠りしてしまいそうになりますね。最近は携帯を見ている人が多いため、居眠りしている人は少ないような気もします。それでも友達と一緒に電車に乗ると、電車の中でも迷惑にならない程度に普通に話しています。もちろん声のトーンは下げてますが、話しています。ガタンゴトンと電車の音と共に消えるような小さな声で話しているとは思います。皆さんは日本の飛行機や新幹線、電車、バスなどに
乗ったことはありますか？コメント欄で教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語の勉強に役立つコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。